6月9日に公開されたばかりの最強 AI モデルクロードフェイブル5がたった3日後の6月12日、世界中のユーザーの前から突然消えたんだよ。最強 AI の出誕やったってちょっと待って、3日後に消えたってどういうこと？そうなの。しかも原因はフェーブル5だけの欠陥じゃなかったんだよ。実は他社のモデルでも同じことができたっていう衝撃の検証結果があってね。今日はその18日後に世界復活するまでの全記録をまるっと見せていくね。これめちゃくちゃドラマチックな18日間だったの。そもそもなんで消えたん？ AI モデルっていきなり使えなくなったりするもんなん？ちょっと毛づくろいしていい？毛づくろいは後でね。実はね、止まった理由は輸出規制なんだよ。アメリカの政府がストップをかけたの。輸出規制なんでやねん。 AI モデルが輸出規制ってバルデムキかなんかみたいな恋やん。いいところに気づいたね。実際国の安全保障に関わるって判断されたの。だからアンスロピックも従うしかなくて、全ユーザー向けに一気に止めたんだよ。なるほどな。せっかく最強 AI が出たのに3日でお別れって切ないな。で、それって結局どうなったん？それは順番に話していくね。でもね、この話フェーブル5だけの問題じゃなかったんだよ。そこがこの一件の一番面白いところなの。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよじゃあこの18日間に何が起きたのか、公式ブログの情報をもとに日付を一つずつ整理していくね。スタートは2026年6月9日。この日にアンスロピックがクロードフェイブル5とミソスフ5を一般公開したの。2つ同時に出したんや。この2つってどう違うの？同じ基盤モデルを共有してるんだけど、フェーブル5は一般向けで強力な安全装置付き、ミソスフ5はパートナー限定のサイバー防御用なの。なるほど。安全装置って危ないことに使われないようにするやつだよね。そう、その理解でバッチリだよ。で、公開のわずか3日後、6月12日に事件が起きるの。アメリカの商務省がこの2つのモデルに輸出規制をかけたの。外国の人にはアクセスさせちゃダメって急に言われて。外国の人だけダメってどうやって見分けるん？それが問題なんだよ。リアルタイムで国籍を確認する手段がなくて、アンスロピックは全ユーザー向けに両方とも止めるしかなかったの。出したばっかりなのに前提したいな。使ってた人めっちゃ困るやろ。そうなんだよね。でもここから少しずつ復活に向かっていくの。まず6月26日に動きがあったの。この日ミソスフ5が一部の米国組織向けに復元されたの。アメリカ政府の承認を得た上でね。へえ、そんなに細かく段階があったんだ。いきなり全部戻すんじゃないんだね。そうなの。一歩ずつ慎重にって感じだね。そして4日後の6月30日、ついに大きなニュースが来るの。6月30日、輸出規制そのものが解除されたの。止まってた原因が丸ごと取り払われたってこと。おお、やん。じゃあもう元通りってことか。そして今日7月1日、ついにフェーブル5が世界中のユーザーに再び使えるようになったの。18日ぶりの復活だよ。6月9日に出て12日に止まって26日と30日で戻り始めて、今日フル復活。綺麗な流れやな。よく整理できたね。でもこの18日間の対応の先に業界や使う人にとって何が変わるのかっていう大きな話も残ってるの。それは後半でじっくり見ていくね。じゃあそもそもなんで輸出規制なんてものが出たのか、それが次の核心なんだよ。で、時系列は分かったんやけど、そもそもなんで止められたん？フェーブル5がなんかやばいことしたん？そこが今日一番面白いところなんだよ。きっかけはね、アマゾンの研究者がある発見をして、それを米政府に報告したことだったの。発見？なんか難しそうやな。何を見つけたん？特定の聞き方をすると、フェーブル5がソフトの弱点をいくつも見つけて、そのうち1件は悪用するコードまで作っちゃったっていう発見なの。セーフガードって何遍も出てくるけど、要するにやったらあかんことを止める見張り板みたいなもん。その理解でバッチリだよ。
危ない使い方を頼まれてもそれはダメって断る安全装置のことなの。その見張り板をスルッとかいくぐる裏技が見つかったってことか。そりゃ政府もビビるわな。そうなの。それで輸出規制につながっていったんだよ。でもね、ここからが本当の真相なの。アンソロピックが政府とアマゾンと一緒にこの報告をちゃんと検証したの。そしたら意外な結果が出たんだよ。意外な結果なんやろ。ちょっとドキドキするな。同じ弱点をね、フェーブル5より非力とされてたモデルでも見つけられちゃったの。オーパス 4.8、GPT5.5、君系 2.7 みたいな子たちがね。待って待って、他のモデルでもできたん？じゃあフェーブル5だけがやばいわけちゃうやん。しかもね、さっきの悪用デモの方はテストした全部のモデルが同じ内容を作れちゃったんだよ。ハイク 4.5、ソネット 4.6、オーパスの 4.6、4.7、4.8、GPT の 5.4 と 5.5、君系 2.7、全部が同じことをできたの。全部かいな。じゃあフェーブル5が特別やばいわけちゃうかったんや。これほんまびっくりやで。そうなの。つまり最初に報告されたス法はフェーブル5だけの弱点じゃなかったってことなんだよ。じゃあ最初のオープニングで言うてた消えた本当の原因ってフェーブル5のせいちゃうかったんか。まさにそこなの。今回消えた本当の原因はフェーブル5固有の問題じゃなかった。多くの AI に共通する話だったんだよ。なるほどな。でもそれってフェーブル5からしたらちょっとかわいそうな気もするな。アンソロピック自身もこれは安全装置の境界線上のケースだって位置づけてるの。境界線上？また難しい言葉が出てきたで。本当は危険度が低いんだけど念のために止めておいたっていう微妙なラインの動きのことなの。白と黒のちょうど真ん中ね。ああ、灰色ゾーンってやつやな。信号で言うたら黄色みたいな感じか。それで一旦止めたと。その例えいい線いってるよ。だから今回のことはフェーブル5だけの欠陥じゃなくて AI 業界全体が向き合うべき課題だったんだよ。じゃあアンソロピックはこの問題にどう対処したのか、その中身を見てみよう。さて、脆弱性が共通のものだって分かったところでアンソロピックがどう手を打ったか、その改善策の話に進むね。お、ようやく反撃やな。で、具体的にどうしたん？また難しい話ちゃうやろな。大丈夫、噛み砕くね。まず政府と連携して報告された回避手法を狙い撃ちする分類器っていうのを訓練し直したの。分類器？なんか急に難しい言葉出てきたんだけど、分類器ってなんなん？簡単に言うとね、入り口に立ってる門番さんなの。危ないお願いが来てないか中身を見て仕分けしてくれるんだよ。あ、なるほど。刑事の入り口で怪しいやつを止めてくれる番犬みたいなもんか。その例えいい感じで、その門番を鍛え直した結果、今回問題になった手口を 99% 超えでブロックできるようになったの。 99%？ めっちゃ頑張ったんやな。ほとんど素通りさせへんやん。しかもブロックされたお願いはちゃんとユーザーに知らせて、代わりにオーパス 4.8 っていう別のモデルに回してくれるの。へえ、ただ拒否するだけやなくてちゃんと逃げ道も用意しとくんや。親切やな。そしてね、ここが大事なんだけど、この新旧のセーフガードを CAISI っていう機関がしっかりテストしたの。また横文字や。 KC？ CAISI？ 下噛みそうやねんけど。ゆっくりでいいよ。 CAISI っていうのはね、アメリカの政府側にある AI の標準作りの専門チームなの。あ、じゃあ第三者のプロが採点してくれたってことか。身内だけの自己申告ちゃうんやな。そういうことで、その採点結果が極めて強力っていう評価だったの。かなりのお墨付きなんだよ。極めて強力ってプロにそこまで言わせるとか相当ちゃんと直したんやな。ただね、完璧じゃないの。門番を厳しくしすぎた反動で普通のコーディング作業まで間違って引いちゃう頻度も増えたって認めてるんだよ。ああ、番犬が張り切りすぎて普通のお客さんにも吠えちゃう感じか。それはそれで困るな。そうなの。だから今後もその行き過ぎを減らしていくって話しててね。実はもう一つ
別の摩擦も報じられてるんだよ。まだある？しかも摩擦って穏やかやないな。今度は誰と揉めてたん？複数のメディアの報道によると、マイクロソフトが社内の従業員向けにはフェーブル5を一旦除外したって報じられてるの。マイクロソフトとも揉めてたん？あんなでっかい会社と一体何が気に入らんかったん？背景として報じられてるのはデータの保存期間の話なの。アンスロピックが安全のためにやり取りを一定期間取っておくポリシーにしたのね。なるほど。社内の秘密のコードとかを長いこと預けとくのは嫌やって話か。それは慎重にもなるわな。そう。ただ外部のお客さん向けには提供を続けてたって話でね。この社内ブロックが今も続いてるかは現時点で続報が確認できてないの。こうした一連の対応の結果、業界にはどんな変化が起きたのか、ここが今回の本題なの。さて、ここで最初の問いに戻るね。この18日間の対応の先に業界や私たちにとって何が変わったのか。ああ、それずっと気になってたんだ。一社が止まっただけの話じゃないんだよね。そう、アンスロピックは今回を古社の失敗で終わらせなかったの。業界全体のルール作りに発展させたんだよ。ルール作りってなんかまた難しそうな話やな。ジャイルブレイクの評価がどうとか？ジャイルブレイクっていうのは AI の安全ブレーキをすり抜ける手口のことね。そのどれくらいヤバいかを測る共通の物差しを作るの。共通の物差し？会社ごとにバラバラやったら比べられへんもんな。その通り。評価の軸は4つあるの。能力がどれだけ上がるか、その範囲、兵器化のしやすさ、そして見つけやすさ。この4基準で深刻度を測るんだよ。なるほどな。で、それをアンスロピックが一社で勝手に決めるんか？そこがポイントなの。Amazon、マイクロソフト、Google、それにパートナー企業と共同で策定を始めたんだよ。ライバル同士が組んだの。ライバル同士が手を組むんかい。それはなかなかない話やな。それだけ安全の問題は一社じゃ抱えきれないってことなの。あと、ジャイルブレイクを報告できる新しいハッカー1のプログラムも始めたんだよ。ハッカー1？なんかハッカーの集まりみたいで怖いんやけど。大丈夫、逆なの。善意の人がこんな穴見つけたよって安全に報告できる窓口ね。見つけた人にちゃんと報いる仕組みなんだよ。それと6月2日の大統領令を受けてアンスロピックは米政府との協力も深めたの。重要なモデルは事前に政府がアクセスして評価できるようにするんだよ。話が壮大になってきたな。で、結局きなこ、僕ら7月1日から何ができるようになるの？そこが大事だよね。待ってたよ。今日7月1日からフェーブル5が世界中でまた使えるようになったの。クロード .ai もクロードコードも対象なんだよ。おお、ほんまか。ほな今日から普通に使えるってことやな。やった。しかも嬉しいのがプロマックスチームとか一部のプランは7月7日まで週の上限の最大 50% 分を追加料金なしで使えるの。お詫びの意味もあるのかもね。ただし全部が一気に戻るわけじゃないの。 AWS や Google クラウド、マイクロソフトファウンドリー経由はできるだけ早く順次再開なんだよ。アトミソスフ5の方は今も米国の一部の組織だけに限定して提供されてるの。こっちはまだ全開放じゃないんだよ。なるほどな。一社のトラブルが業界みんなのルール作りにまで育ったんか。ちょっと見方変わったわ。というわけでこの18日間の教訓をまとめるよ。さて、今日は3日で消えちゃった最強 AI の18日間を追いかけてきたけど、モッチーどうだった？いや、正直めっちゃ濃かったわ。たった3日で世に出てあっという間に引っ込んじゃうってなんかジェットコースターみたいやったな。そうなんだよね。でも私が一番伝えたかったのはこれって一社だけの問題じゃないってこと。 AI の安全性は業界全体で考えなきゃいけない共通の課題なの。なるほどな。一つの会社が失敗したって話じゃなくてみんなで安全のこと考え直すきっかけになったってことか。僕でも分かったで。最後に今日のポイントを3つに整理しておくね。まず1つ目、6月9日に公開されたフェーブル5が12日に輸出規制で全ユーザー向けに停止したこと。公開3日でいきなり消えた時は本当にびっくりしたよ。2つ目は
これがフェーブル5だけの欠陥じゃなくて、他社のモデルでも同じ挙動が再現した業界共通の課題だったこと。一社だけの失敗じゃなかったってところが今回一番意外だったよ。そして3つ目、7月1日に国籍を確認できる仕組みを整えて、フェーブル5がついに世界復活したこと。この3点が全体像なの。業界全体でも場所や国籍を確認する仕組みを足並み揃えて入れていこうっていう流れが生まれたの。今回の一件がその後押しになったんだよ。あとマイクロソフトが社内でフェーブル5を1回外したって話も気になったな。そうだね。データの扱いをめぐる慎重な判断で、これも安全性を重く見る空気の表れなの。なるほどな。ピンチが業界みんなのルール作りにつながったってわけか。これは保存版だね。私もアナリティクスとにらめっこしながら、こういう速報をもっと早く、もっと分かりやすく届けられるように頑張るね。そういえばうちの飼い主、僕らがこっそり速報動画を作ってることまだ全然気づいてないんだよな。それは私たちだけの秘密だからね。そこで見てくれてるみんなに聞きたいの。あなたは今回の18日間 AI の安全性についてどう感じた？ぜひコメント欄で意見を聞かせてね。僕も次のニュース楽しみに待ってるよ。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。